どうもフィッシャーのシルクです。どうも元ゼロ。おいシルクロードと君らいろんな変なところがある。ねね寝ないな。えねねえなねねそうだね。えねねえからこう我々との時間軸と不思議な時間軸で動いている。まあそうだね。ほんとお前みたいなやつが多分24時間営業やろって言ったんだよ。コンビニの子孫。コンビニですよ、本当に連絡を返さない。電話あるじゃないですか。はい。でシルク君って電話めっちゃ出ないんですよ。電話しても全部20秒ぐらいで終わるね。でしょ。今何どうしてんのとかって話はしないから。でも会ってそういう話するの好きでしょ。会ってそういう話するの好き。てか話が好きだから。でしょ、だから今日はちょっとそんなシルクに電話ちょっといろんな人と交流してもらいたい。ああ、はい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 。人との関わりってあんまり見せてこなかったみたいな。まあそうだね。シルクロードがやる24時間電話。ぶっ通しじゃなくていいです。多分向こうにもスケジュールがあると思います。そうだね。まあトータル24時間やればいいです今回は。なるほど。ああ、わかりました。まあそれこそクリエイターだったり、まあ知り合いだったり、もう全然友達とかでもいいんだから。メンバーもさ、だってさ、シルクがさ、どんだけこう人と連絡取ってるか知らないじゃん。でそれこそさ、鬼ごっこでさ、そのいろんな方とさ、シルクがこう連絡してさ、来てくれたりしたわけじゃん。そうだね。来てくれたけど、俺らびっくりじゃん、いつも。確かに。ああ、そっか。スペシャルモンスターとかも、まあ、メンバーに知らされないでシルクが呼んできたり。そうシルクのつながりじゃんわけじゃん。電話はしないだけで文字は送ったりはすんのよ。心霊の話とかさ、俺の話でどこかにわかには信じがたい話が多いからこの電話でどうにか本当なんだなって分かってもらえる回にするわ。24時間起きてるは別に余裕なの。ぶっ通しでどこまでいけるかも気になる。だからまあやれるぐらいまでやるわ。まあだから深夜帯とかに電話して答えてくださる方がいるかだよね。そう、いなくても起きてるわ。自分があまりやったことのない慣れていないことをやって人間どこまで起きられるかってちょっと気になるから限界まで行ってみるわ。深夜電話できませんってなったら編集するわ。やるなら自分の限界やれるとこまでやります。おお、それ見てみたい。2時間とかなんか長電話するとかこう彼女と彼氏とみたいなこと言う方いるけど、俺いまだに伝説だと思ってるもん。そんなことありえない。シルクはそっちの方が信じらんない。そっちのことの方が信じらんない。そうなんだ。俺とアマと2時間ぐらい電話しようから。いや、伝説じゃん。さあ、電話の本番当日でございます。いろんな方にね、連絡を取らせていただきました。そしたらね、皆さん快くいいよと言ってくださり、今日の企画が始まるということになります。少し長い動画になりますけど、皆さんお付き合いください。一人目のゲストから正直すごいです。あまり得意ではないってね、前振りで散々言っといて、今ちょっと電話楽しみになってますからね。ただね、問題が24時間分電話するってことなんですよ。やったことないよ。24時間分長電話シルクローダーできるのか。スタートー。おはようございます。すいません、朝早くからごめんなさい。はじめましてです。役者お世話になってるんですけど。そうです、それびっくりしましたもん。だからその話聞いて、生き物係の水野さんです。約1年ぐらい、は1年前じゃないか、ずっとトレーニングしてもらってて、い。ただコロナになっちゃったんで、トレーニングしてもらってるんですけど、一度もトレーニングでは会ってないんです。あ、そうなんですか。はい、ずっとリモートで。あー、そっか。同じところに今入りづらいからっていう。だけどまあその10ヶ月ぐらいで10キロぐらい僕痩せて。あの人できる多分見てる方は、多分なんでここでこういう電話になってるって多分全員キョトン顔だと思います。運動会やったら気まぐれロマンティック。ああ、もうそれお兄さんも言っててくれましたね。あ、本当ですか。でも卒業の時は桜。学生時代の中に絶対に入ってるアーティストさんなんですよね。今すごい感動してますもん。いや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 、何をおっしゃいますやら。何がですか。この状況すごいな。水野さんの本番のこうスイッチみたいのってあるんですか。そのライブに出る時と逆に言ったらこう作詞作曲の時とで。ライブとやっぱ作ってる時は全然モードが違いますね。あデビューした当時はやっぱすごく、まあ今も緊張はするんですけど、緊張したんで、やっぱこうなんて言うんでしょう、気合い入れてこうスイッチを入れる感じしてたんですけど、だんだんそれも疲れてきてなるべく同じテンションでそのまま舞台に上がるようにはしてますね。ボーカルがいるんですよ、女の子の。はい、吉岡さん。はい。スポーツ選手みたいに、本番前にこうルーティンが決まっていて、立ち上げていくタイプなんで、
全員がそうだと本当にガッチガチに。あ、そっか抜き感がないというか、水野さんどっちかっていうとニュートラルなタイプ。なるべくライブは特に。それこそ吉岡さんって確か同級生さんの妹さんでしたよね。そうです翔歌君ってお兄さんがいてはもう水野さんと同年代。同級生。へー。男2人で始めたんですね、高校生の時。はいで当時ゆずさんがデビューしたばかりで、あ路上ライブが本当すごいブームになって、路上ライブをやったら女の子にモテるんじゃないかって高校生っぽいっすね。女子校がある駅で路上ライブやって、男子2人組のそのモテたいっていう顔をしたグループが駅前に本当にいっぱいいて、みんなゆずやってるみたいな真ん中にもっと歌の上手い女の子を入れたらこの街で目立てるかもねっていう話をして、それで女の子のボーカル探そうって言ったら、その違う高校に吉岡を通ってたんですけど、吉岡君の妹さんがなんか歌うまいらしいよって、ちっちゃな町なんでこう噂になってるんですよ。じゃあその子誘おうって言って吉岡に来てもらって、それで3人組になったんです。へえ。同級生同士で長く続けるのってとってもこう自分たちでは今のところ簡単だなと思ってるんですけど、多分ぶつかる時に大打撃がすごいじゃないですか今のところなんかこうメンバーさん同士で揉めたりとかってはあるんですか？もうでもちっちゃな喧嘩は本当日常的にあると思います。仲良くはないですよどういうことなんですかそれ、仲良くはないって。仲良しグループに思われがちで、僕ももうそのイメージで。写真撮影とかで肩組んでそうなイメージ。そうですね、全員笑ってるイメージ、写真撮影肩組むの NG なんですよ僕気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪い。長すぎてもう今はできない。普段からずっと一緒にいるんで、日常会話がめちゃくちゃ多いっちゃ多いんですけど、でも他人の個人の時間にはあんまりこう関与しないと。外でロケできないんじゃないですか。そうなんですよ。ちょっとでき始めたと思うけど、僕ら結構外での運動がこうメインとなってる軍団なのでめちゃくちゃ辛かったんですけど、その分なんかこうお家でこういろんな自分たちのなんかやるべきことというか、こうおうち時間の大切さみたいなのもそうですけど、そういうのを皆さんにこう新しい形で新しいものを届けられるっていう道が見えたなと思ってて。めっちゃ真面目早くコロナ終わってお兄さんに会いたいですよ。まだ会ってないんで。なんかそう言ってもらえて弟として僕めちゃめちゃ嬉しいですね。それこそ今日兄とも電話するんですよ。あえてこうなんか水野さんが会いたいって言ってたよ伝えないでおきますお時間ありがとうございます。すいません、いろいろ聞かせていただいて、兄をよろしくお願いします。こっちこそ生き物係の水野さんでございました。いや楽しい時間でした。本当にありがとうございます。ゲストうちの兄です。芸能人の人と YouTuber に電話してるんでしょ。24時間分長電話しろっていう企画だから、だから俺のリアルな友達を誘ってもいいわけよね。水野さんの次兄貴が。おお、水野さんお疲れ様です。いやここでは繋がっとらんわ。多分根本で似てるところっていうか、多分全く同じとこなんだけど、人の顔色とか挙動を見たりとか細かいところにめちゃくちゃオタクだよね。俺はもうそれのプロって職業だもん。だってそれこそ格闘技のさ、プライドの、当時さ、だからヒョードル VS ノゲイラとかの時のさ、関節技のやつとかさ巻き戻して見てたじゃん。もう俺が見る頃にはさ、ノゲイラの腕ひしぎとかの部分がちょっとさ擦り切れて飛んでんのよ。昔はねこう巻き戻ってみたり巻き戻ったり見てっていっぱいやるとなんか飛ぶのよ、そこビッって言って。弟の俺をねサンドバッグ代わりに使ってくれましたけど、俺んちの車庫やばいよな、実家の。やばいね。それはお前の血だよ。俺の血だね。てか俺最近思ったけど、お前ちょっと俺に似すぎてきてない？いや俺も思ってる。まずもともと心臓病を持ってたじゃん。患ってて亡くなるかもしれませんみたいなのを俺は話聞いてて、またお医者さんに話聞いたらもう大丈夫ですよって、治りますよって言ってたから、よかったなと思いながらも、それまでがこう兄貴ってどっちかっていうとひ弱なイメージだったから、俺は走ったら転ぶで息がすぐ上がる、見ててなんでそんなにすぐ諦めるんだろうと思ってるところいっぱいあったんだけど、それがその心臓病ってことが分かって、それにはさすがに気づけないけど何か一個でもその信号がもしかしたらあったのかもしれないなって言ったところが、俺が人の癖を見るようになった一個。それが治って爆発したじゃん、能力が。兄貴が練習したり心臓病を克服していろいろと努力してる姿見て、超えらんねえなと思った。お前は割とこう、
特に頑張んなくてもなんとなく平均以上できるじゃん、もともと。まあ嬉しいことにね、そう言ってもらえることが多いね。平均以下だから俺は基本。そうそうそう。まあそこはでもやっぱ弟には負けられないというその兄貴としての気持ちとプライドはあるよね。それがあるからこそさ、なんか兄弟としてちゃんといられるよね。こういう職業柄いろんな人に知ってもらえてるんだけど、それも含めて、まあ、だから知名度が高いから俺の方が上っていうわけじゃないじゃん。そう、それは兄弟としても。お前それを出したことなくない？そんな。いやもうそれはないね。でもこの間俺おかんと喋った時に、おかん覚えてるか分かんないけど、俺が海外でちょっと筋トレとそれトレーニングして格闘技と、ちょっと学びに行ってくるわっつって急に海外に行ったじゃん俺、ほんと直前に言ったから行く。でその当時お前部屋に引きこもり始めてなんか人形戦わせる動画撮り始めたじゃん。終わったと思ったらしいよその海外で修行して帰ってきてトレーナーとして一人で成功するみたいなさ、そんなやつほぼいなかったし、でもほんと YouTuber なんてことはまずないじゃん。なかったやばいでしょ普通に。親父とかなんかもううちの会社で雇わないとあいつらは生きていけないと思ったせいだもん。まあいやそりゃそうだわ。うちの家族の中ですげえなやっぱ母ちゃん父ちゃんでしょ。あまあそうだね。俺たちはもうなんかただ好き勝手やらさしてもらってるだけみたいな。まあ実際そう、親父と母ちゃんこれ見たら恥ずかしくなっちゃう多分。いやあの人たちは性格上絶対ずっと巻き戻してみるアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラぐらい巻き戻してみる。でちょっと私物でさ気に入ったものとかなんかある？一曲弾けたらシャワー浴びて仕事行くっていうルーティンになった。ノスタルジック男性じゃん。ノスタルジック男性って何？いや知らんけど。好きなスラムダンクのキャラクターは誰？俺水戸洋平。30分ぐらいなら今からできますよって言ってくれたね方がいて、急遽電話することになりました。もしもし。もしもし、元気そうで。めちゃめちゃ元気っすあれも花道のやつっすよね。そうっす。ジョーダンとのやつのコラボで好きで飾ってますね。フィギュアも全体ここにベストメンバーいて。いやいいな、夢の部屋っすよね一人でやってるんですか？一人です。うわ、そうなんですよ。24時間系の企画、うちのメンバー眠くなるから嫌だって言われたんで僕がやりますやばいっすね。めっちゃ気合入ってますね。なんか24時間起きてってバカじゃないですか。まあ結構そうっすねこう、アホな方とかコージス選手との試合の時にものすげえ形相で入ってきたじゃないですか。確かにあの時はなんかちょっと怒ってたっすね。そうですよね。あの時の「なめんじゃねえよ!」のシーン僕腐るほど見ましたからね。あの形相からのロックリーあれはもうやっぱアニメ好きっすね。フィッシャーさんの、鬼ごっこ出たりとかしたじゃないですか。ジムのキッズの方から、すげえみたいな感じで言われましたね。マジっすか？めっちゃ嬉しいそれ。フィッシャーズに出てたんすよねみたいな。へー嬉しいな。言われるからおそうだよみたいなすげえみたいな。なんでそんな言い方なんですか？あそうだよってまあ出たけどみたいなYouTube 全体で年始はこれだよねみたいな企画がまあないんで、ちょっとそれで作れたらいいので鬼ごっこ作ったんですよね。そういうなんかお祭りごとみたいな、なんかいろんなチャンネルの人がこう混ざってみんなでワイワイやれるのが、逆にフィッシャーズさんじゃないとできないことかもしれないです。いやーまあそれ言ってもらえるのは嬉しいですね。タイに行かれた時ありましたね。そうですね、中学の頃はタイに1ヶ月夏休みをもう全部。いやでも言葉それこそ中学生なんで伝わらないじゃないですか。その習わないし。そうですね、もうきつかったっすね。精神的にきついですよね。僕割ともういろんな人と話せるんで、でこっちからちゃんともう話せるよみたいな、パッションを送り続けて答えてみたいな感じでウェイみたいな感じで話せてないじゃないですか。ウェイキックボクシングで言うとあと何戦ぐらいっていうのは決めてるんですか、頭の中に。いつまでとは決めてるんで、P でもカットでもいいんですけど、ちょっと自分の予想を言っていいですか。僕は那須川天心選手がキックボクシングを引退する最後の試合は俺は武尊選手なんじゃないかなと思ってます。なるほど。そこで綺麗にパンと決めてボクシングにもう戦う相手がいなくなってしまったかもしれないで行くんじゃないかなっていう僕は考えてます。想像にお任せします。ありがとうございます。いやその答えが一番ワクワクするんで助かります。自分の人生っていうかもう本当なんかね、アニメみたいな人生じゃないですか。第一章なんとかみたいな、更新し続けます。
あと今第1章って言いましたけど、だいぶ何章かやってますよ。まずやってはいるっすけど第1章の中にメイウェザー含まれないんですよ普通は。すいません、なんか急にありがとうございます。いや全然。それではありがとうございました。天心さんとの、電話でした。では次、しょこたんさんです。中川翔子です。中川翔子さんが現れた。家だし寝起きです。かわいい。YouTube 最近そうですよね、やられましたもんね、チャンネル。そうですね、もう1年経ってないぐらいなんですけど、そうですよね。もうなんか久しぶりに生きてるって感じがしますね。めちゃめちゃ楽しいです。こうしてフィッシャーズさんにお会いできたりするなんて、リモートだけど YouTube を楽しいって言ってくださるのは、なんかこう YouTube やってる側としてすごい嬉しいなと思います。なんかこう仲間が増えたみたいな気持ちになれるんで、心が広い、優しい。いや拒絶せずに。拒絶なんでするんですか、逆に。私もともと陰のものだから。陰のものだから使いのものみたいなことです。アニメとか好きだ、漫画好きだって悪いことじゃないよ、日本の文化なんだよっていうのを世間的にバーンってこう知らせてくれたのがしょこたんさんなんじゃないかなって僕は思ってます。絵を描いてるだけでキモいみたいな感じだった頃があったけど、でもインターネットのおかげでね、好きなものを好きって叫んでいい時代になったなっていうのの、一番なんか究極の形が YouTuber さんの世界だと思うので、本当にリスペクトの塊で、こんなに楽しい生きてるっていう場所を与えてくださってありがとうございます。先駆けの皆さんのおかげです。本当にめっちゃフィギュアとか漫画がすごいですね。漫画家に1万冊あって、1万冊あって、でフィギュアも多分何千体といると思います。全員湘北が揃ってる。そうなんです。そうです。待って、バッシュとかまでありません？そうです。花道モデルの映画やりますってなった時にツイートしてたじゃないですか。いやー、もう井上先生ご本人のコメントがついていたから、これは期待できる。長生きしてるとこういういいことがある。もう嬉しいですね。あれはちょっと燃えましたよね。大スクリーンでまた花道たちに会えるっていう喜びを全身で体感するためにね、長生きして健康して、学生時代とかってバスケそれでやってみたりとか、そういうのしたんですか？もろそうです。実際やってみて活躍できたんですか？まあそうですね、大会とかは4連覇とかは、あれやったんですか？左手は添えるだけとか。左手は添えるだけもやりましたし、なんだったら桜木が NBA 選手知らなくても下から投げたシーンあったじゃないですか。はい。僕あれに触発されて全試合下から投げてました。全試合すごい、逆に縛りプレイみたいになってる。そうなんですよ。めちゃくちゃブロックされましたけど一時期とかハマりすぎて、僕語尾にピョンってつけてましたもん。不活の真似して。実際バスケ部に入っちゃったらめちゃめちゃモテちゃうんじゃないですか？まあそうですね、謎になんか入ってるだけでちょっとなんかモテ度が上がるっていうのはあります。ルーツカーはみたいなシールークってされたんじゃないですか？僕は全くされませんでしたすごいなんか中川翔子さんという存在が、もう当時から僕思ってたのが、マルチな人ってちょっとこう自分では何が一番尖ってるんだろうって考えがちじゃないですか。けどなんか未来型だなと思いました。すごい未来型？はい、なんか何でもできるし、こうどこに出てもこうちゃんとこうできるっていうのは、やっぱ YouTube は本当それの塊だと思うんですよ。マルチの人がこう突出するみたいな、すでに多分 YouTuber みたいな方だったんじゃないかなとは思いました。固まってないのが良くないんじゃないかって悩んだ時もあったんですけど、でも逆に今度は YouTube っていうのも加わった分、なんか全部の瞬間が好きで楽しいだけで満ちてるから、何でもできるのは合ってるなと思いました。もう優しい。その例えめちゃめちゃ自己肯定感が上がりますね。未来型っていう新しい言葉を今いただけて、すごいモチベーションとか生きる意欲がアップデートされました。でもそれでいうと江頭さんとかめちゃめちゃかっこいいですもんね。そうですね。芸能界で誰よりも早く切り開いてね、あんなに楽しんで、鬼ごっこに普通に参加してたから笑っちゃいました。それこそ江頭さんの YouTube やってなかった時の初コラボは僕たちだったんですよ。ちょっと待ってください。フィッシャーズさんがいろんな人の歴史を手を差し伸べて変えてくれてますね。いやでもなんか僕がそうしようと思ったわけじゃないですけど、なんか楽しいなと思って、いろんな人が来てくれた方がと思って、優しい。なんかもう本当に国王になってくれている。国王一瞬で国家滅びますよ。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。お願いします。ありがとうございます。中川翔子さんとね、電話させていただきました。いや、アニメ熱の強い方とはね、いくらでも喋れる。待って、長電話楽しいぞ。はい、お疲れ様。すみません、お疲れ様です。お疲れです。いろんな人に今 YouTube 見てますかっていう質問をしてるんですけど、見ないわけないじゃないですか
YouTube ね。はいいや俺最近ウォーキングデッドしか見てないんだよな。そんなわけないじゃん絶対そんなわけないじゃん。もう完全にクリエイターさん目線で見てますよね。動画をね。動画をインプットとして見てますもんね。わかるわかるわかる。BGM の切り方見ちゃうんですよね。いやわかるわいや俺独特じゃない？こまめに BGM を切っていいんだっていうのの正解例が僕はじめくんだなと思いました。マジですか？シルクだ。やめてやめて、待てるときは音楽ない方がドキドキするのかなと思っちゃう。まあ、むしろそれも音楽みたいな感じですよね、その音がないのを聞かせるというか見させる。そうちゃんと人が意識しないであろうなっていうところに目向けてんだなっていうのをマジで思いましたなんかどこで噛んでんの？いやでも俺はさ一人で撮ることが多いからさ、掛け合いがないわけよね、人との。自分で波こうやってバシャン起こしてそれに乗り行くみたいなでもフィッシャーズの編集でその、喋った言葉をさ、全部わけじゃないじゃん、フィッシャーズ。そうですね。なんか決めの一言をさ、文字でバーって出してズームでやるやつあるじゃん。そうですね。あれはねちょっとたまにね、パクらせていただいております。もうそれは嬉しいです普通に。その喋った言葉だけズームでバーンって抜くっていうのは俺フィッシャーズの動画見て、めちゃくちゃそれいいって。マジっすか？始めよいやちょ狂えって言ってないですよ。フィッシャーズは今毎日投稿？いや最近はちょこちょこ休むようにしてますけど、調子いいと毎日投稿みたいな感じですね。もともと毎日投稿しないと伸びないぞって言われた時期あったじゃないですか。あれがもう多分各国からしたらとんでもないことですもんね。いやそうよ、日本っぽいよね。日本っぽいなって律儀だなっていう。おうち時間に買ったいいアイテムって何かあります？いいの聞きましたね。ちょっと待ってください。わかるかな？伝わったらいいんですけど、いきますよ。これっすね。うわこれクソ高いやつっすよね。これクソ高いやつだねこれ。そうっすよね。遊戯王カードのコレクションに目覚めちゃって。いやマジでいいと思います。僕も本当はしたいんですよ。やろうぜ。いやマジでしたいです。シクブルがめっちゃ欲しいんですよ。ベイバーっすか？これベイバー初期ロットですねこれ。本当だ。うわいくらするんですかそれ？これ確かネットで見た時75万とかだった。やばっうわいいっすね趣味として。かっこよくない？やっぱ男のロマンなんですよね。うわいいっすね。うわアームドドラゴンレベル10とかクソ懐かしい。知ってんのこれ？わかりますわかります。またなんかおもろい編集だったら教えてや。いやもうぜひぜひなんかまた本当なんか久々にコラボとか、ね、2人とかで今度やりましょうよ。そうだね、ぜひぜひ。なんか何年前ぶりの恥じる気があったじゃないですか。やったね。なんかちょっとどっかでまたやりたいですよね。やりたいね、ちょっとぜひ本当に。See you next time。それ関金さんでしょ？はじめくんと電話が終わりました。じゃあなが決まり挨拶なんですけど自分の出さないですね。ということで次の方。なんか緊張しますね。新山千春と申します。女優業を中心にやらせてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますリモートで喋るのは初めてですけどお会いしてますもんね。そうですね、はい一度お会いさせていただいてます、本当に一度食事をさせていただいて、皆さんでね、皆さんでこう飲んでるところに、まさかシルクさんいらっしゃると思わなかったから。聞いてなかった状態だったんですか？そうです。めちゃくちゃびっくりして。そうだったんですね。あれめちゃくちゃびっくりして、中学2年生の娘がいるんですけど、もうトイレに行くふりしても娘に電話して、大変なことが起きてるよって言って。そうだったんですね。今シルクさんが来た。朝テレビをつけてたんですね。ラブパトリーナってあるじゃないですか。敵がよーく見たら日本でした。私です。ハロウィンはダメだ、日本の文化だからお祭りをしろーっつってうちわをやっててあれと思ってめちゃめちゃハイテンションでねやってました。そう新山さんだと思って朝謎にテレビに一礼しました。YouTuber をやってそのまま映画とかたまに出させていただくことがあったんですけど、僕のシーンがもうカットなしで結構長台詞を言ってくださいっていうシーンだったんですよ。役者さんってこんな量覚えてんだと思った時にこれ寝る暇あんのかなと思いましたもん。器用そうだからすぐスラーッと入りそうな感じがするけど。いやもう役に入ろうとすればするほどまず自分を見失うっていう、本
当なんかまた空気も特別だったりするじゃないですか、現場によって、終わった後のこうエンドロールに名前出るじゃないですか、あれ感動しません？あれ感動しますね。ねえ、なんかあそこが来る時だけちょっとエンドロールゆっくりに見えるんですよ。名前をこう追ってるからカフェ巡りとかも普段好きで、へー、おしゃれ。なんか行きたい場所とかないんですか？いやでもカフェとかそれこそ高円寺とかあの辺とか行ってみたいなと思います。めっちゃ好きです。高円寺古着屋とかもすごい好きで、めっちゃいます。ちょっと高円寺の美味しいカフェ教えてください。商店街の右側にあるお店でラテが美味しいカフェがあるんですよ。タテが美味しいんですか？ちょっとすぐ後で LINE しますね。で周りのお客さんとかともこれ美味しいですね、何入ってんだろうとかって言いながらちょっとこうコミュニケーションが生まれたりとかする、なんかこう和む感じ。めちゃめちゃいいなそれ。もうすぐ LINE しますね後で。もう教えてください。学生時代ってどんな方だったんですかね？青森から出てきたんですよ。高校時代。高校時代に出てきたんですもんね。すごっ。標準語がまず喋れなくて。そっか。青森って結構強かったですよね、訛り。なんもわかんないよ。そうやって喋ってもらうだけは本当にわかんないことなので、普通に喋った方がいいんだけどさ。電波障害か疑うレベルでわかんなかったです今。うわーって前のめりできますね。そうなのさ。だからもう東京に来たら全然やっぱ喋れない。まず上京して渋谷に憧れて。確かに渋谷ってなんかかっこいいっすよね。ねえ。でもそれで行けんのがかっこいいっす。ほんと学生の時とか109のこと緊急連絡先だと思ってて、109。で一番好きな動画が、私笑ってはいけないの回転寿司なんですよ。僕のやつだ。もう落ち込んだらあれかけたら元気になるから。いやそうなんです。ちょっとあの時バカだったんで。おうち時間に気に入ったものって何かありますか？お酒時間が好きかな。日本酒とか茶ミスルとか。なんて言いました今？茶ミスル。なんすかその魔法みたいなの？韓流ドラマとかでよく飲んでる緑の瓶。あれ茶ミスルって言うんですか？お酒で言うと多分焼酎なんじゃないかな。そう、自粛時間とかによく韓流ドラマ見てたから。影響で多分僕最初にお食事させてもらった時ビール飲んでたんですけど、今僕ビール1年間禁止にしてるんで、大好きすぎて離れられなくなる前に一回距離を置こうみたいな、ちょっと彼女みたいな感じにしてるんで。そうですよ。好きだけどそう、あんまりベタつきすぎると長持ちしないなと思って一回わかる娘さんにもぜひよろしくお願いします。ぜひもうほんといっぱいカンペまでね娘は用意しててね、伝えて手紙を渡してほしいって言ってて、そうなんかねバスケの動画を見て、でバスケ部に入ったんですようちの娘。さよならまたな。そうあれがもう感動的な曲になって、カラオケでも絶対歌うし、虹もそう。嬉しい。いい曲。嬉しい。もううちの作詞作曲んだほくんに言っときます。記念にスクショしてもいいですか？いや全然どうぞ。動画出ますけどねそのうち。イエーイ。またぜひご飯お願いします。お食事させてもらって、そこでね動画見てるよっていうのを教えてもらって、そこからねこう連絡取りたいなと思ってたんですけど、今だということでね電話させていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。同じっすね。めっちゃお揃いじゃないですか。お揃いです。フィッシャーズ鬼ごっこお世話になりました。ありがとうございます。いえこちらこそありがとうございます。めっちゃ大変でしたけど楽しかったです。そうなんですよね。いやでも一人で追っかけてる方が大変ですよね。誰がどこにいるのか探すのが大変なんですよね。みんなバッて逃げたタイミングで誰にしようって悩んでる間にもうみんないなくなってるんですよね。いやそうですよね。そうなんですよ。 YouTuber のきょんさんです。どうもお邪魔してます。フィッシャーズさんの動画めちゃくちゃ勉強させていただきましたよ。本当ですか？いやめっちゃ勉強しましたよ。めちゃくちゃ見ましたし、動画なんかリーダーは孤独だじゃなくて大変だみたいな動画上げてるの見させていただいて、すごいわかるって思ったり、いやそんなしるさんだからみんなついてるんだなってめっちゃ思いますよ。本当ですか？憧れる像ってやっぱ前に進んで何でもこなせちゃうところだったりとか、引っ張れるところだったりとか、はっきり物事をちゃんと言ってくれるところだと思うんで、だから絶対にずっと前に出てた方が、やっぱみんなついていく人数がついていく数が変わってくると思いますよ。
なんか下がった方がいいリーダーと前に出た方がいいリーダーの中でシルクは絶対に常に前に出続けた方がいいなと思います。って言ってもシルクはだって後ろに下がってみたりしてもちゃんとしたジャッジができたりとか、みんなとなんかちゃんと接したりとかできるじゃないですか。そうなんですかね。自分もこううまく下がれてるのかとかたまに分かんなくなる時とかあるんですけど、前のフィッシャーズ・鬼ごっこさんたちの動画出させていただいた時に、シルクさんの全体の対応とか、なんか接し方とか見て、なんかすごいなんかみんな安心してるんだなって。そんなとこまで見てるんですか？いやん。オフレコの部分としても言えるんですけどマジで。そんな普通に僕あの時にシルクさんの印象めちゃくちゃめっちゃ素敵だなって思って。本当ですか？僕帰ってから仲間にめっちゃ言ってましたよ。シルクさんでなんか、対応素晴らしいじゃないですか全体に。僕的にはそんなことないと思ってるんですけど。いやめちゃくちゃ対応素晴らしいですよ。マジっすか？実は聞いてたんですよシルクさんの話を。シルクさんフィッシャーさんってすごい、なんかウームとか周りからすごい好かれてるんだよって。理由がなんかすごいなんかちゃんとしてるところがあるから、あったら分かるよみたいなこと聞いてたんですよ。そのスタッフさんだったりとか他の方に接し方とか見て、すごいなんか上に行ってもこういうの大事だっていうのを僕も改めて気づかされたじゃないですけど、まずそんな話が裏でされてることにびっくりしました。いやだからシルクがすごい大事にしてるのすごい伝わります。そのなんか接し方とか。それは嬉しいですね。それがチームとか全体にも出てるんだなって思います。このおうち時間が多い中気に入ってる家のもの、何かありますか？ZOZOタウンでいっぱい購入したりってますお洋服を。じゃあ ZOZO グラスも買うつもりですか？ZOZO グラスは買わないですけどスマブラを僕最近やり始めて、ピップ全部入れてるじゃないですか。初めてオンラインでその対戦した時に、これみんな何回も買って1匹ずつピップに入れるのって思って、無理だこんなん10年かかるわって思って、そしたらシルクさん思い出して、やばくない化け物じゃんと思っていや何でもできますよねきっと本当に。何でも好きになるのは早いです。好きになったら突き詰めるじゃないですか。そうです。めちゃくちゃやり込みますよね。そうですね。なんならもう1位取ったりするぐらいやり込むタイプじゃないですか。そうです。とりあえず1位取らないとやっぱりなんか気に食わないみたいなところ。いやそうっすよね。もうだから考え方は化け物なんですねきっとありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。そんなに深く話したことなかったんで今回ね話せてよかったです。次の方ですね、元アイドルそして今女優かなの方に出てもらいます。君島美月です26歳独身です今女優だよね。そうです。高校のね同級生なんです。そうなんですよ。そう、僕の名字木から始まるんですよ。そうね。君島じゃないですか。だから同じクラスの前後の席っていうね。うちらのクラスって席替えがさなかったじゃん。なかった。2年間か。2年間だね。ずっと前後にこういたよね。そうなのよ。その当時からさ、もう芸能の活動やってたからさ、そんなにこう来れてはなかったよね学校ね。割とねいたんだよね学校に。結構イベントもちゃんといたし、割と写真にもちゃんと写ってるからいるんだよ。いやいない。いなかった。俺ね何年経っても、君島さんなんだよね。そうだよね。そうなんか抜けないんだよね。俺がその時はもう普通の、高校生の状態でやっぱ芸能に先に行ってたから、普通にリスペクトも込めてずっとさんのままなんだよね。ちょっとなんか抜いて言ってみてよ今。俺が？元気君島。おい呼び捨てしてんじゃねえぞ死がすになっちゃってんじゃん呼び捨てしてんじゃねえぞもう混ざっちゃってんだよ死とすが。学校にいない時はとってもきらびやかな存在だった。俺マジ衝撃的だったんだよね。授業中にバーンって立ったの急に君が。私が？でバーンってなって「先生うんこ!」って言ったの。違う。いやマジで言ってないんだけど。言ったお前それやめろって言われながらトイレ行ってたこいつやべえなと思ったの。フィルターがかかってるわけよみんなの中に。芸能界に行った人ってそのフィルター越しから聞こえるうんこってやべえぜうんこきらびやかだった？きらびやかではないこされてた。だいぶフィルターでこされたうんこが出てた。すっごいしたかったんだろうね多分ね。そううんこ学校に来たら爪痕残そうとするのやめてほしかった。違うバスケ部だったじゃん。そうだね、ヒエラルキーっていうのこういうの。そうだねあるね。もうマジ最上階の人だと思ったの。なんかねうちのバスケ部はね周りがイケメンが多かったんだよね。だからでどっちかっていうと自分のことをそんなに派手なキャラだと思ってなくて、そうおとなしめな感じだったから、
あんま関わらないようにしようと思ったの。怖かったからうちらの代の男子バスケ部ってすごい話題だったのよ。なんかみんなかっこいいし、なんかイケイケだしノリいいしいいよねみたいな、めっちゃあったよ存在感。勉強できるイメージはあったよ。あ、俺が？俺が？だって私ね、毎週赤点講習行ってたんだけど、土曜日にいなかったもんね。いないねごめん平均点がボードだからね。同窓会とかさ開こうとかなったり、なんかのこう打ち上げとかになって今日誰々来るかなって、君島来るっぽいよってなると、もう男子もイケイケどんどんどん。マジか。あいつ来るらしいぞとか言って話になってた。本当？なってた。やばい、モテてたじゃん。あ、よかった。調子乗んな。いやでもやかましいや。振るここ。この間ドラマ出てたで。出た。でしたよね。何でしたっけ？山村もみじさんがいたやつだっけな。そうだ、出てた。ですよね。君島おると思って連絡したみたいな流れ。さすが。あ、君島って言ったね。あ、言ったじゃん。おめでとう。バイバーイまあ元気そうなんでよかったです。共に頑張りましょう。めっちゃ久しぶりだね。本当だよ。今、いや、24時間ずっとこう電話してるみたいな企画なんだけどそうなんかそういうようなことやってんのかなと思ったけど、変だなやっぱりむちゃくちゃさ気になったのが、いつから P さんは貧乏系 YouTuber って言い出したのめちゃくちゃ気になるんだけど、あれ俺も気になるわ。去年でさ、シルクも手伝ってもらったけど、毎日投稿が終了したから、ヒカキンさんとはじめさんとシルクが、休もうっていう動画撮って、3年前ぐらいの夏ね。そう、あれを見た時に俺に言ってる気がするって思って、ほんと35ぐらいのフィッシャーズって何してんだろうなって。リハビリじゃない水たまりもね、ラジオもやって、テレビもね出てるもんね。やらせてもらってて、YouTube って見ますか？このチャンネルは今こういう雰囲気だからこういう動画出してんのかなとかまで読めたりするじゃん。まあ確かにね。まあ動向を追ってるみたいな。そう、それが面白かったりもしたんだけど、最近はもちろんそれもやりつつ、ちゃんとその動画をこう楽しむ感覚だったりとか、自分が見ないような、年齢が下の人たちのを見て、素直に面白いなって感じた時に、なんか一個なんて言うんだろう、いいアイデアが出てきたりもするから、ここは水たまりっぽいよねっていう編集はどんな感じなの？自分の主観を入れうるっていう面白さがあるじゃん。まあそうだね。動画で突っ込めちゃう。確かに俯瞰して見れちゃうっていうね。YouTuber としてできることで、そうだね。他にはできない。結構フィッシャーズで勉強することもあるんだけど、嬉しい。企画説明の時とかフィッシャーズだったら結構色しっかり変えて分かりやすく、そうだね。なんか感覚的に分かるようにしたりとか、おうち時間の時にこれ買ってよかったなみたいなものある？漫画めっちゃ今ある。おお、ほんとだ。本棚に並べてちょっと遠くから見た色合いめっちゃ気持ちよくない？分かるわ。めっちゃ気持ちいいよね。いろんなエンターテインメントを探そうってみんながなったじゃん、この時期だね。家でできるね。だからこの時期がなかったら多分このリモート会議とかもそうだけど、日本のこうネットっていうのは進歩がちょっと遅れてたかもしれないね、プラスに取るなら。俺シルクって別の中学の、こいつと同じクラスだったらめっちゃ仲良くなってたかもなっていうやつ。それ何区？何区とかわかんないけど世界もじゃあちょっと視野には入れてたりするの？ぶっちゃけむちゃくちゃ入れてる。一人の目標は総再生回数でデュードパーフェクト超える。うわ、おもろね、グループ系ナンバーワンって言われてるね、その古くからいるトップ YouTuber をちょっと再生回数で超えてみたいなっていう一個の夢はある。みんなで盛り上げていきましょう。じゃあまた一緒に飯行こう。じゃあねー。バイバーイ。だいぶ長く話しちゃった。じゃあ次電話しましょうか。時間がね急に決まったんでめっちゃ短くなっちゃうかもしれないですけど、電話出てもらいましょう。どうもはじめまして。はじめまして。すごー。コムドットというグループで活動しています、リーダーのヤマトです。よろしくお願いします。お願いします。僕もお世話になってる方にコムドットさん知ってますかって言われて、もちろん知ってますよって言ったら、そこからこう
どう思ってますかみたいな感じで、いやかなりこういい血の騒ぎ方してる方だなっていう話をしてて、いやもうそれは挨拶したいですから始まってちょっとこの企画になってるんですけど、ちゃんと僕はもうツイッター見ましたからね。ありがとうございます。ちょっと、はい、ぶっちゃけどうだったのかっていうのをちょっとシェルクさんにお伺いしたいというかマジで本当に正直にああいう人が出てきてくれてよかったなと本当に思いました。いやめちゃくちゃ嬉しいです。いやだから本当になんかまた YouTube 盛り上がりそうだなって楽しみな目線でしか見てなかったから、何もそのムカついたりとかは本当にしてない。まだそのトップクリエイターの方々になんかこう名前知られてないなと思って、なんかこう知っていただく機会になればいいなと思って、ちょっとわざとというか結構こう、攻撃的な言葉をちょっと使って目立とうかなと思ってツイートしたんですけど、エンターテインメントだから必要だと思う。あれは言ったのマジで正解だなと本当に思うから、もう下ペロって止まった。芸能人の YouTuber がドンって出始めた頃にこう来たじゃん、コムドットが。そうですね、はいはい。だからこれはなんか一般人の人たちの希望にもなれたなと思う。なるほどなるほど。そうやっぱ芸能人出てくるからもう無理だよと思ってる方もいるかもしれないけど、こういう形があったからなんかまた面白い人また出てくるんじゃないかなと思って、すげえ楽しい。家にいる時間がさちょっと長くなっちゃったじゃん。はいはいはい。それでこう自分の中でこれはだいぶ助けられたなとか気に入ってるものとかってある？漫画とかですかね。あと漫画めっちゃ読みましたね。僕が好きなのはワンピースとキングダムなんですけど、はい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 。だからそれこそワンピースとかはもう小田さんにお会いしたりとかされてるじゃないですか。そういうの見てめっちゃすごいなと思って、普通に映画の仕事とかされてるじゃないですか。そういうのを見てうわみたいな。シルクさんめっちゃ漫画とか大好きじゃないですか。そう大好きだね。すごいなと思う。そういうなんか自分の好きなものが仕事になってるのを見ると羨ましいなっていうか、すごいなって。いやありがとう。本当短い時間だけどごめんね。ありがとう。いやいやこちらこそありがとうございました。本当にお気をつけて、お体も気をつけてね。ありがとうございます。なんかぜひ今度ご一緒させていただけたらすごい嬉しいんで、僕たちも頑張ります。なんかご飯も行きましょう。本当ですか。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。実際に話すのは今日で初めてだけど、LINE でこう何回かやり取りはね、まあ少ないですけどしました。次の方、むちゃくちゃお世話になってる方です。めっちゃ楽しみ。もしもーし。お疲れ様です。コロッケさんです。イエーイ。はい、ちゃんと今も撮影してます。もうあれが忘れられないわ、かくれんぼ。鬼ごっこです。俺は一人でかくれんぼして。普段ちょっとお話しさせてもらってることってもう本当になんだろう、夢のある話だったり、なんか今の自分の仕事についての話はかなりするじゃないですか。40年やってるからね。長っ。本当人のモノマネだけでね。すごいわ。それもひどいことやって時には怒られたりもありますか？ご本人が直接俺を怒ることはないの。ただファンの人とか、周りの事務所の人とかは、もうすっごい嫌な顔する。言ってた。誰は岩崎宏美さん見てるつもりなんですけど、薄くぼんやりコロッケさん出てくるんですよね。蜃気楼みたいにこう出てくるんですよ。好きなことをやっててそれが仕事になって、ねそのまま来てるからこう、俺的にはすごい楽だよね。そう、好きなことをずっとやり続けられてるっていう。40年ふざけてると怒る人がさいなくなるんだよね。いなくなる。確かにふざけ続けてるってすごいですよね。こう一番最初に会った時に常にモノマネをされてたんで、ご飯中も。だからびっくりしたんですよね。ご飯中に僕がおしぼりでコロッケさんの頭引っ張られたじゃないですか。あったね。俺らだんだんほらそういうことをやってもらえなくなるわけよ。そっかそっか。もう大ベテランだと。俺はそのことが嫌だとかそういうのはないし、逆に俺はほら直接引っ叩いたりはしてないけど、北島三郎さん、五木ひろしさんっていう大御所の方をぐちゃぐちゃにしてるわけだから。ぐちゃぐちゃにしてそうですね。間接的にかなりひどいことやってるわけ。確かにおしぼりぐらいはやってますね、間接的に。いや、おしぼり一等だと思う。確かに大事にしてきた曲をね、それをぐちゃぐちゃにして短くして終わっちゃってるわけだからさ。そうですね、早送りにしたりして。そう、だからおしぼりなんか全然いい方だと思う。
僕はその芸人でもないじゃないですか。その YouTuber にそれをこうバンってされてケタケタケタって笑ってるコロッケさんを見てすごいなと思いました本当に。だってシルクはフィッシャーズの中でさ、はい、それをやってる人だから全然いいんだと思う。これがやってない人がいきなりやるとなんかちょっと違和感感じたりするかもしれない。ああ、まあ普段突っ込んでるからそれをやったみたいな。そうシルクは全部ツッコミ役だからね、それをね。そうですね。運動神経いいとこ持ってくる。いや俺ねマジで、はい、トランポリンのやつで、はい、会った時に最初に言ったんだけど、そうですね、言ってもらいました。右足と左足でこうね、はい、走ってるだけなんだけど、はい、あれはよっぽどの平行感覚ともう体幹持ってないと、はい、あれはできないの。俺トランポリン中学校の時1年ぐらいやってるから。そうなんですね。あれはね、あれはすごいわ。運動神経半端ないねっていう、はい、もう俺はもうあの時点で体かなり鍛えてるなと思ったよ。すごい。やっぱモノマネするよりも、まあ、コロッケさんだいぶハードに体を動かすからやっぱそこを見るんですね。そこ見ちゃう。あ僕もふざけてました今あれごめん、止まってる。止まった前か。なんだ今めちゃめちゃ見ちゃいました今。あれつけちゃおうか。ついた。いや危ないよこれ。さあすりガラスの人のインタビューの声っていうのを研究してて。はい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 。今から15年ぐらい前にことがあったんですけど。男性のバージョンだしかも。確かに数年前の話しますねその声の人。なんかちょっと皆既日食みたいになってるんでカラオケで僕がこの人って言ったらこうやってくれるみたいな。そうあれはね俺すっげえ嬉しかった。モノマネって結局振られてなんぼっていうかさ、はいはいはい、自分で言っていくよりも、やられてる方が楽しいのよ。でシルクさんもあそこでなんかすごい意気投合してもうどんどん振ってって言って、はい、でシルクがシルクでエロコ振っていって、はい、みんなで盛り上がってなんか学生の頃に戻ったような感じなのよ。あれちょっと待って暗いよね。部屋の電気つければいいのか。なんでそれ思いつかなかったんですか。なんで勉強机っぽいライトをずっと照らしてたんですか。解決策そんな身近により怪しくなりましたねなんかだってシルクすっごい色いいのに俺すげえ顔色悪いですそうですね、やや紫色になってますね鬼ごっこ後に僕らの中で盛り上がったモノマネが1個あるんですよ。何逃げられねえじゃんっていうコロッケさんのセリフをずっとみんなでモノマネしてました。へえ、そうだったんだ。はい、もうずっと真似してました自分たちも楽しんでなきゃいけないんだけど、見てる方たちに楽しんでもらえるようにってシルクがやっぱりいっぱい考えてんだなっていうことを俺はすごい勉強したよ。俺ら芸能人ってやっぱどっかで凝り固まってたりするところがあってさ、これでいいんだっていうあるわけよみんな。はい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 。でもシルク見てるとフィッシャーズをずっと見てると、これでいいんだなくてこれはどうかなこれもどうかなっていう風な形だから、そういうこと大事かなっていうのも俺正直やっぱね勉強になったのはある。相互性っていうんですかね、こう互いとのこう意見の交換しながら一緒のものを作っていくっていうのはちょっと大事にはしてます。これダメか、明るすぎ動いてるよバレたダメバレたこう首をこうちょっと動いてたから止まってる。すげえ止まってるわ。おうち時間で一番これあってよかったなってお気に入りのものって何かありますか。これカレージャム。へえ、これ結構助かった。おうちご飯めっちゃ美味しそう。24時間ずっと喋るってこと？そうですそうです。すごいねすいません、ありがとうございました今日。全然、ありがとうございました。じゃあねー。さよなら。本当に楽しい方なんですよ。面白かった。次の方電話しましょう。宮迫さんです。よろしくお願いします。お願いします。宮迫ですと。うわ完全に初めてですよね。そうです、完全に初めてですね。 YouTube をやり始めてなんですけど、はいはい。 YouTube はご自身では見られたりしますか？自分のチャンネル以外とか。
そう、すごく見てるわけではないですけど、見ますよ、もちろん。元来も50のおっさんですから、なかなか、頻繁に見ることはないですけどね。はい。梅雨口の動画がめっちゃ好きなんですよね。コアなファンだな。コアだな。でもう僕もそれ通りに作ってるんですよね。うわ、本当は。はい。氷も2個、ハイボールの美味しい飲み方を探してたんですよ。はいはいはい。映像で。そしたら露口さんの宮迫さんが言ってる動画を見て、あれがもうなんかいい動画だなと思ってはいあれで行ってほしいな、露口行ってほしいな。いやもう本当にあれ見て、めちゃめちゃ美味しそうだし、それこそ店主さんもすごいいい人だなと思って一回行ってみたいなと。あれどこでしたっけ、場所？道後温泉の松山。ステア2回で軽めにやって、はい、家で最近飲まさせていただいてます。露口行ってもいいですけども、本当に酔いすぎますので、そこだけ気をつけてください。濃いんですもんね。映ってる動画を見て、はい、ちょっと引きましたもん。こんなに酔ってたっていう。途中本当ベロベロの状態で濃いって力強く言ってましたもんね。クズがもう僕ドンピシャの世代なんですよ。ああ、はいはいはい。それこそ動画この間出されたじゃないですか。はいはい。はい、めちゃくちゃあれ感動して。歌い始めの導入で、若者ちょっとやばかったわって話した。ぐっさんも、いや僕もちょっとやばかったですって。あまりにも懐かしいのと。あれやっぱ見てる側もすごい胸が熱かったです、あれ。捕まって出てきたみたいな、確かコンセプトでしたもんね。チンピラのキャラで、紅白。はい。だけが出るって決まってたのに、途中でようよう考えたらチンピラ出すわけにはいかんって中止になったっていう。コンセプト的に刑務所上がりのやつキャラクター出したらあかんやろ。競技があったんですね、何回も。じゃあいやコントや言うてんのに、こっち。そうですね、マジでしたわけじゃないぞっつってんのに。そう今はマジでしたみたいな人になってしまったからね。いや母やないしてへんねん。パンパンな状態でこう悲しそうな顔してるの見て、こっちがしんどくなりましたもん。自分のせいでいろいろ騒ぎを大きくしてしまったのは事実なので、もちろん反省はしつつなんだけど、今っても YouTuber の人たちが、要はテレビのタレントよりも知名度が上がってきてる状態だから、もちろん今も YouTuber の人が何かがあった時に、結局報道されて YouTube 閉鎖に追い込まれたりとかいろいろあるから、一般の方ですらもちょっとそれに近い可能性もありますもんね。大変だ。イメージやんか、シルクなんかイメージがいいから、大変。ちょっとしたことで行ったことないのに六本木のキャバクラで10万を叩き出してそのまま帰ってったとか、なんか謎のニュースとか出るんで、ね。俺がラーメン屋さんで、チャーハンを枕にラーメンの丼に手突っ込んで寝てる。どういう状態なんですか？その記事見た時に、でも実際それはマジやん。マジなんですか？マジなんですか？それはほんまの話。嘘みたいなマジなことも乗っかってんねんなっていうのは。それは乗りますよ。それは乗って。それは乗りますね。波乱万丈っていう言葉では聞かんぐらいいろんな人生です。YouTube でもそれこそへそプリンとかありましたけど。この新しいことをこうどんどんやっていこうみたいなのってなんかこう常に宮迫さんやられてるなってイメージがあるんですけど、それはなんか抵抗とかっていうのは特にないんですか？頭の中に。その YouTube にいろんな芸能人さんが今も来てくれてるじゃないですか。はいはいはい。宮迫さんもでもかなり早い方でしたもんね、多分。テレビで司会をやってたぐらいの立場の人では多分最初やったと思う。その人によって編集のスタイルが違うとか見えてめっちゃ面白いんですよね。そういやだからさ、その高木さんとかもそうやけど、ゴリゴリに優秀なテレビスタッフそのまま連れてきてるやんか。すごいな反面ずっこっとも思ったりするずるい汚いっすわそれって思う。初期能力高い状態ですもんね。東京タワーで泊まったやつあったじゃないですか。はいはい。あれめちゃめちゃ多分予算かかってますよね。あれって、世界初で東京タワーに泊まったのに、なんであんな伸びひんの？50のおっさんを朝まで寝てるとこ早送りで流されて見て何がおもろいんですか？ちょっと高いところにいる宮迫さんですもんね。ぜひぜひ何かありましたらまたよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。喋るのに夢中で、そして話を聞くのに夢中で、飲むの忘れたわ。次のゲストも俺が本当に話したかった人。はい、
クリスタル K です。会いたかったー。ありがとうございます。いや本嬉当にしい。2006年ぐらいですよね、リリース。恋に落ちたら歌番組でもうどこつけてもクリスタル K さんがいる状態だったじゃないですか、もうあの時。そうですか。で最初に見た時になんだこの歌うまい人と思って、中学生1年生ぐらいかなだったと思うんですよ。Oh my god。そう、僕今26歳なんで。なのでだいぶ長いでしたね今。中学3年生の時、当時僕めちゃくちゃ大好きだった、彼女がいたんですけど、その子と1年間ぐらい付き合って、卒業式ぐらいの時に別れちゃったんですよ。その別れた時にクリスタル K さんのこんなに近くでをちょっと聞いたんですよ。そしたら出会った時のこととか全部思い出して、枕びしょびしょになるぐらい泣いて。かわいい。なんかずっとこんなに近くで、今でもこう夜に一人でこう聞きたくなって聞いたりとかめちゃくちゃしてて、本当にウブな自分をなんか育ててくださりありがとうございました。いや嬉しいです。こちらこそありがとうございます。付き合わなければそんなこう別れて辛いとかもなかったんかなみたいな思いながら。そうですね、結構あれしちゃいますよね。なんかリバースで考えちゃったりしますよね。そうなんですよ。なんか時を戻したらどうなんだろうで。わかる。のどめカンタービレのテーマソングかな。後ろも可愛いですね。そうですね。なんかこっちはもうバスケットだったりっていう趣味のやつが飾って私もバスケやってました。そうなんですか。小学校と中学と高校やってました。うちらレッドデビルズだったんですけど。めちゃくちゃかっこいい名前じゃないですか、レッドデビルズ。いかつすぎる名前が。じゃあスラムダンクとかってその当時は？スラムダンク見てました。私はセーラームーンとドラゴンボールと、あと悠々白書とかその時代ですよね。そうですね。そうですね。ライブってもうそれこそ今年ってコロナじゃないですか。もうやっぱ全然できてない状態ですか？そうですね。去年コロナ禍になってからすごいやっぱりイベントとかもいっぱいキャンセルになって。そっか。ミュージカルもやるはずだったんですけど、ミュージカルもキャンセルになっちゃって、8月に1回ストリーミングのフェスみたいなのやったり、12月は自分のワンマンはできました。エモいっす。今度来てください。ぜひ。いいですか？ぜひ。ちょっと YouTube を見てますかって皆さんに聞いてるんですけど、見てますか？ YouTube 見てます。昨日もちょうど見てて、ハマっちゃうともうどんどん次に出てくるやつを見てみたいな。でも PV とかパフォーマンスを見るのが多いです。やっぱ音楽系が多いってことですよね。動かなくなったり歩かなくなったりするとね、血の循環とかね。そうですね、もうあるからストレッチとかめちゃくちゃ大切だなってすごい思いました。もう今日なんかずっと、朝から多分明後日ぐらいまでずっとここに座って電話するんですけど。大変。もうこれやりながら。何年やってるんですか YouTube？YouTube は、中学の3年生ぐらいからやってるので11年とかですかね。すごい。まめな人しかできなくないですか？そうですね、多分ちょっとでももういいやってなると動画が上がらない、おうち時間が増えた時にこれは良かったなっていう買って良かったアイテムみたいのってありますか？それストレッチですか今の？特にそれじゃないですね。ホワイトボード。はい、ホワイトボード。今日はこれをやるみたいなのを書いたり、なんか見えるようにリストできるものがあった方がいいなと思って、ホワイトボード買って。僕も同じで今自分の作業部屋に、壁にホワイトボードバーンって貼ってそれでやること書いてます。必要ですよね。だってね、アイディアとかね。そうですね、忘れちゃったりするんで、もう書いてはわざと消さないで書いて残しを続けて。なんかすごいわがままちょっと1個言っても大丈夫ですか？はい。ワンフレーズだけこんなに近くで歌えませんか？こんなに近くで見つめてもどうしてただの友達なの。どんなに強く思っていても伝えられない。You don't understand. I'm so in love with you.
懐かしい、久しぶりに歌ったな。悔いないです。ありがとうございます。すいません、わがまままで聞いてくださって楽しかったです。ありがとうございます。すいません。めちゃくちゃ綺麗な声。ブナ泣きそうだったもんな。うちの動画では知ってる方も多いはずです。あいつにかけます。なんでうちなの？いや、普通に心配だったっていうね。心配なんもないよ、元気だよ。いや、だからこのご時世的にさ、全然風邪もひかないしね、肋骨折ったぐらいで。なんでだよ。もうね、くっついたよ。まあとりあえず今大丈夫ならまあいいや。その年始とかで俺ら会うけど、あとたまにね、なんか飯食い行こうぜとか、なんか君がなんか意味わからん状態でなえたらうちに来るみたいなのあったけどだからでも、学生の時の方が合ってたよ。合ってたっていうか、そう専門学校の時の方が遊んでもらしたじゃん。まあそうだね。急に行っていいって言って来たら来たでお前なえてんだもん。だって近いんだもん。なんでお前なえた状態でうち来んだよと思ってじゃん。なんか元気づけてくれる人のところに行ってた。そうなんか急になんかしんどいとか言い始めて、何がやねん。兄貴2人に慰めてもらってる。そうなんかね、なんか飲めるようになってからね、飲み行ったりとかしたもんね。2人がさ忙しくなっちゃったからさ、まあそうだね。あんま会えないし遠くなっちゃったじゃん。トカゲに会いたいの。これむちゃくちゃいるよ。そこにもいるし、あっちにも。爬虫類大好き。触りたいの。触れるのあれ。触れる噛むけど。噛むダメじゃん。めっちゃ噛むよ。餌のさゴキブリいんじゃん。あれみたい。行かれてんな。おうち時間が増えたわけじゃん。そんな時にさ、買ってよかったなっていうアイテムなんかある？てかそもそも出かけてないから買ってないよね。なんか思いつけ。おうち時間は、お菓子作ってる。週末になると必ずマカロン作ってた。アーモンドプードルは買った。と粉砂糖。待って、何？アーモンドプードルと粉砂糖？だからマカロン作るのに、アーモンドプードルと粉砂糖を買った。犬いんの？アーモンドプードルはマカロンに入れる粉材料で。あ、犬じゃねえの？食うな。アーモンドプードルは犬じゃねえの？アーモンドプーいない。そんな犬みたいな粉入れんだ。犬みたいな粉じゃない。アーモンドプードルは犬みたいな粉だろ、名前。アーモンドプードルってメモっとくね。アーモンドプードルは粉。お気に入りのアイテムと言ったらアーモンドプードル。アーモンドプードル。あ、分かった。とりあえずね、元気かどうかを本当聞くためだけにマジで電話したんで、ありがとね。よかった、無事で。お疲れさん。お疲れ、おやすみ。てなわけでね、いとことの電話が終わりました。無事なら良いです。貴重な時間が濃すぎて、それに追っつくので今必死って感じです。どうも。あ、こんばんは。うわー、すごい。いやいや、もう僕がもうすごいという気持ちでほぼテンパっております。クジラと申します。普段は作詞作曲編曲などをやっております。よろしくお願いします。お願いします。コロナの時に一番家にいて聴いた曲です。うわ、嬉しい。マジで一番多かったです。めちゃくちゃ嬉しいですね。いや、ありがとうございます。僕のその LINE の BGM、気づきました？あ、もう震えました。本当ですか？もうずっと本当にリリースされたからずっとあれです。あ、そうなんですね。いや、ありがとうございます。マジで好きです。山さんの曲をね、もう作ってる方ですよ。みんな普段一人で寂しい時にそう曲を聴いてちょっとこう寂しさを紛らわしてくれたらなみたいなのもこうコンセプトにあるので。もうじゃあまさにという状態でした。春を告げるを最初に聴いた時のなんだこの難しい曲っていうもう本当に正直に思うんですけど、あれ山さんだから歌えると思うんですよ。いや、もう、なんかこうそうですね、普段あんまりこうもともとこうボーカロイドで曲をずっと作ってたり、僕もそのボーカロイドずっと聴いて育ってきたので、歌うとこんなに難しいんだってこう山さんにお渡ししてこうたくさんの人に聞かれるようになって、自分でもちょっと一回こう歌ってみようと思った時に気づきました。全然人が歌う曲じゃないじゃん。それを歌えてしまう山さんがやっぱりすごいですよね。いや、すごいです。本当に改めて山さんの凄さをこう体感というか、夜は本当に楽しませてもらってます。うわー、めっちゃ、いやもう本当にもうほぼ8割嬉しいしか言ってない。ちょっと辛いなって思う時にそれこそフィッシャーズさんのとかの動画をこう見させていただいて、ありがとうございます。
こう面白いと思ってずっと笑ってたんで、年齢は今ちょっと非公開なんですけど。はい、わかりました。じゃあもうあれしときます、P しときます。マジっすか、すごいぞ。大丈夫だな、未来は。作詞もでしたっけ？そうですね、普段そう作詞作曲編曲全部やってます。歌以外は全てやってます。ですよね。あの詩よく書けますね。嬉しい。僕曲書くとき詩が先で、こうデビューというか、もうボーカロイドの曲を作るぞってなった始めてもうどんぐらいですか？2年前とか3年前とかくらいですか？そうですね、2019年の4月1日が一応1作目の投稿なんですけど、4月1日っていう時もなんか春を告げそうな時ですね。狙ってます？やっぱ春を告げるで伸びたじゃないですか、バコーンって。その時の心境どうでした？なんか、山さんはうちのチャンネルの曲で「眠る街」っていう曲があるんですけど、僕のチャンネル自体はその眠る街を山さんに歌っていただいて初めこうチャンネルの名前が知れるようになったので、すごいこう僕としてはもう恩があるというか、僕自身もすごい山さんのファンなので、山さんからこうオリジナルをやりたくて1作目をやりたいんですみたいなお話をいただいた時に、もう絶対にいいものを書くと思って、もうこれでもう山さんが言ってほしいと思って書いたので、じゃあ渾身の一曲だったんですね。もう超渾身の一曲でしたね。嬉しいなと思いますね。それこそファーストテイクもこの間山さん出られてましたもんね。そうですね、もうすごかったですね。むちゃくちゃうまいなっていうのプラス、あの仮面かっこよすぎるだろっていう。かっこいい。もうあれどこで買ったんですかね。仮面を作られる方が多分いて、それでオリジナル多分制作していただいたのかなと思ってるんですけど、オペラ座の怪人氷属性みたいなめちゃくちゃかっこいいのつけてて、9ヶ月前とかでだって今多分6000万回ぐらい再生されてますもんね。そうですね、 YouTube だけでも、ちょっとみんなの前で届けづらい、音楽を届けづらいっていうところもあるけど、だからこそこうみんなにこう届けれたっていう部分もあるじゃないですか。それがなんか、それこそクジラさんの曲をパッて見てると、その一人の時間に聴くっていう曲のこの今だからこそしっかりと届くなっていう形をなんか代表例として出してるなっていうのを思って、嬉しい。いやなんか本当になんかすごいタイミングですごい人が出てきたなって思いましたね。山さんとの出会いとしては本当眠る街からっていう感じなんですか？そうですね、普通に小山さんが活動されているのを僕が普通にインターネットで見つけて、お声掛けさせていただいたって感じですね。一緒に 3,4 曲やってから会いましたね。結構経ってますね。そしたら読み方で合ってるのかなって。僕すげえ好きなんですけど、AM321 でいいんですよね。合ってます。よし、これ以降LINE のBGM に AM321 だよって胸張って言えるようになりました。電車の広告でシルさんお話しされてるじゃないですか。そうですね、すごい何気ない会話の中からこう企画の案が生まれてみたいな、そうですね。もうめちゃくちゃわかると思って。嬉しい。誰が決めたのそれをえぐっていくのが好きなんですよね。これ絶対なのかっていうのに疑問を持ってやることが多いですね。もうすごい近いです。すごいわかります。寄り添える曲というかは目指してるんですけど、それは自分が寂しいと思った時に聴きたい曲であったりとか、寂しいと思った時に書かれた言葉がすごい自分にも寄り添ってくれるし、その曲聴いてくれる人にも寄り添ってくれると思うんで、結構ちょっと心が沈んだ時に言葉を書くことが多いんですけど、その感情になってっていう。家でおうち時間が増えた中、これは買ってよかったなとかお気に入りのアイテムみたいなのってありますか？枕元にこうちょっとちっちゃい間接照明みたいなのをちょっと買ったんですけど、それはすごいなんか夜すごい落ち着いて本読んだりとか、こう気持ちを沈めてくれてすごいいいですね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すいません、ありがとうございました。貴重なお話ありがとうございます。深夜東京の6畳半。めっちゃ好きな曲を作ってる方とこういうお話ができて
本当に刺激になりました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。うわ、めっちゃみんなおる。今日一番の集合率。エスパーだよ、ケイスケと、シャーグルと、ハグと、ケイスケくん以外誰一人として聞こえなかった。この愛はなおさんからいただきました。あ、そうなんだ。うちのメンバーがちょっと愛されてるのがすげえね、なんか嬉しかった。チームでの YouTuber ってどう、大変なことはあります？やってて。いやー、大変ですね。それこそこの前のシルクさんのリーダー論みたいなのを見てたんですけど、はい個人個人を把握するのはちょっと難しいなって思いますね。でも元々はどういうあれなのかな、付き合い的には。桐崎英二がYouTube やったらみたいなのから全員上がったみたいな感じなんですけど、ああ、そうなんだ。出会って面白かったやつを引き入れるみたいな感じなんですよ、僕らは。あ、そういう感じなんだ。はい。でも出会って面白いやつ集めすぎた結果、なんかいきなりすげえ50人ぐらいとかになる可能性もあるってことでしょ。今のところエスポワール埼玉支部とかもできる可能性があるでしょ。なんかそのテンションでいったらいきそうじゃない、そこまで。フィッシャーズ麦わら大先端にちょっと入れていただきいや、大船団に入りたいって言ってくれるのは嬉しいけど、本当もう勝手にして本当にもうわからんもん。フィッシャーズ大船団を知らんもん俺。やっぱりそうフィッシャーズさんとか、僕は山屋さんみたいな、もうなんていうんですかね、めちゃくちゃでっかいグループ YouTuber になるのが一つの、最終的にはその EXILE さんとコラボするのを夢にしてるっていう感じですね。あー、そうか。あれ、島袋くんとか確かビートボックスめちゃくちゃうまいよね。 YouTube っていうものを知ることになったきっかけがもうヒカキンさんであって、あー、そっかそっか。で僕もやっぱそのヒカキンさんとコラボするまではもう死ねないなと思ってね、ヒカキンさんは常にこう物理的にこう真ん中でね、すごい気にしてるけど、今島袋くん顔面半分しか映ってないよ。僕はそうですね、シルクさんにスマブラで勝つことが多い。いやさ、俺 YouTube って言ってんのよ。話聞いてる？全然聞かない人いるじゃん。スマブラも確かにみんな強かったもん。シルクさん全ビップスもんね、もう。こないだ入れた、寝る時間あったらスマブラやるか編集するかみたいな、ほんとそういうほんとそういう感じ。寝る時間っていうかなくても、いや上のシルクさんたちはもっと寝てへんと思っていつもやらしてもらって今100万人登録者100万人っていうのを掲げてて、やっぱりそれをまず叶えたいなっていう、100万人ね。あそこなんか1個の第1章のゴールみたいなとこあるよね。やりますね。そうもともと僕居酒屋の店長をやらせていただいたんですが、戻れなんでそんなこと言うんですか。YouTuber の人たちといつか居酒屋をちょっと1回でいいんで。面白い。ホールで雇って目標個々に持ってる感じ。そうです。それでじゃあ僕もあと一つはやっぱりフィッシャーズさんとコラボするっていうのが。もうできたけどね。いやね、あってねってこと。なんか買い物とかした、そのネットもあり。いや、でけえな、ジャギなんか俺たちがジャギ倒したみたいになってないそれ。なんかジャギ足元に置くんかい、ほんで。ジャギいいよもう置いてきなよ。ジャギ足元のジャギ気になってしょうがないから。それこそなおさんに憧れたっていうのもあって、僕ら活動もやらせてもらってて、そういう歌とかもあったらいいかなっていうのはあります。ああ、いいね。何よりなおくんをね、いつもありがとうね、お世話になってます。じゃあまたね、元気でね。体にお気をつけて。アデューです。アデュー。じゃあね。マジかって思うかもしれません。意外なつながり。おおもしもし震えすぎじゃない？どうも大丈夫？何に乗ってんのそれ？最近なんかブルブルするマシンあるじゃないですか。オリオか。こんな感じですね。ようやく話せるようになったね。ようやくだ。よろしくお願いします。よろしく。後半でいつもおうち時間で何買ったのって話聞いてるのよ。そうなんですか。おうち時間でそれ買ったんだね。じゃあね、買いました。後半のやつはもう大丈夫です。大丈夫ですか。僕尺これだけになったりとかしない。大丈夫。これから前半を稼ぐよ。やっとって感じですね。本当にそうなのよね。宮川大成と申します。そうですね、バイク
まあ動画のアプリから6秒動画ね、まあメジャーアーティストとして、活動させていただいております。いやー、コナンのさ曲歌ってたでしょ。はい、やらせていただきました。あれびっくりしたし、初めて言うよね、これ言っていいのかなってずっと思ってたの。僕も思ってましたなんか迷惑かかんないかなとか思ってて、ずっとそうなんか言えなくて、本人ともコンタクト取ろうにもちょっとこう恥ずかしくて、ちょっとでもこう先輩の情報を少しずつこう取り入れていこうと思ってこうツイッチェックさせていただいてたんですけど、もう恐れ多すぎて、フィッシャーズのシルクロードですよ。いや言えなくて、お互い本当になんか推しのアイドルみたいな状態だったじゃんツイッターから情報だけ得るみたいな。なんか誰やねんお前とか言われたらどうしようと実は僕とね、宮川君高校が同じなんですよ。そうなんですよね。そうなの。俺が3年の時に、そうね、宮川君が1年だよね。応援団一緒だったじゃないですか。あ、そうだ。まあそうだ。でもこれはもう呼び方も先輩でいいんですかいや別になんかね、先輩でいいぞっていう方もキモいじゃん俺もなんとも言え、好きなようにね呼んでほしいんだけど、俺はもうずっと宮川君って呼んでたから。フィッシャーズのシルクロード先輩って呼べるのはやっぱ俺の特権じゃないですかで僕サッカー部だったんですけど、トレーニングルーム見ると、先輩が一人で、なんだショルダープレスやってんすよ一人で黙々と。なんかかっこよかったんですよ、一人でトレーニングをやってる姿。本当になんか大体他の部活の人、友達となんかワイワイやってる、ワイワイ筋トレしてるイメージだったんですけど、そうだね。先輩だけ一人で黙々と恥ずかしいな。だからこうそのイメージがすごい強くて、今だから言えるんですけど、ちょっとこう話しかけづらかったところあったのかもしれないですねなんか一人で黙々とやってっから邪魔すんじゃねえみたいな、すんじゃねえみたいな仲いい友達こう数人とガチって固まってて、他の人は寄せないってイメージがあった。いや全然もう誰でもウェルカムでした。そうなの？なんかトレーニングルーム見る時の目線、なんかゴミカス見るみたいな目だったよ俺のことゴミカスを見る目で見てたよ。そんなゴミカス見るような目で見てないですよ。何この雑魚筋トレしてみたいな。いやそうですね、生まれつきなんですよそれ。目つき悪いってねでお互いそうなのよ。何にも思惑はないけど勝手に人に悟られる目してんのよ。高校1年の段階から社会に対して不満を持ってそうな顔してただからそれ生まれつきなんですよそれ。先生見たらお前5科目できるだけで偉そうにみたいな顔してんのかなと思って東京の離島のちっちゃい式根島って、島生まれなの？じゃあ高校からこっち来たってこと？高校から、はい。それまで島だったんだ。夏はもうすぐ海飛び込んで、いいなもうブワシ捕まえて、時代が違えば多分同学年だったらうちのメンバーの可能性あるなこれマジっすか？あるな。こうシルクロードという存在を知ってからなんでもっと話さなかったんだろうってずっと思ってたんですよ。いやでも俺もそれはそうよ。チラッとだけ話したんですよね。そうだよね。チラッと話したのは覚えてる。そうです、応援団長だったじゃないですか。いやそれこそ僕もその姿に憧れて、3年の時団長になったんですよ。マジで？だから先輩の話よくからよく聞いてて、やべえしか言ってなかったですよ先輩はやべえあいつそんなこと言ってたか。でもやべえ印象はありましたね。本当？俺何も宮川にしてないのにやべえ印象があったの俺。多分高校の時さ、なんか打ち上げとかでカラオケとか行ったら絶対モテてたでしょ。歌というか声というかがなんかめっちゃ大っ嫌いだったんですね。完璧な部分がまあ若干あって、でコンプレックスのある自分がコンプレックスっていうか、そうだね。歌をすごい練習するようになったんですよ。はい。その海というか浜辺で、夜中一人で大声で歌ったりとか。へー、かっこよ。満天の星空の下で。マジで？そんなかっこいいことできんの？島は。いやもう今度来てください。いやマジで行きたくなってきたな。結構ね夜景とかに弱いタイプなの。そう夜景とかに弱いタイプだから。そこからだんだんとこう自分の歌声がまあ好きになったまではいかないですけど、だんだんとこうちょっと強みに変わっていったみたいな。コンプレックスから始まったからこう憧れみたいなのは最初にはなかったの？何かこの人みたいになりたいみたいな。
そうですね。もうコンプレックスからこれを消してしまいたいからそれを強みに変えようでアーティストになったんだ。で今ではねすごい大きいところでも歌ってるしね。そうです。最近だと武道館でやらせてもらいました。でかいな。何の気なしに YouTube を見てた時にスカイピースと一緒に出てた時にびっくりした。あれはびっくりした。出会いがやっぱバインだったんですよ。そうだ。ジンタンはちょっとまた違うんですけど、ニコニコだった。そうだね。僕がたまたまそのバインのイベントで知り合って、でそこでこうちょっと意気投合して、テオくんとこうジンタン合わせたくて、僕どっちも仲良かったんですけど、テオくんとジンタンは接点なかったんで、それでジンタン呼んで、そしたらテオくんとジンタンがめちゃめちゃ意気投合しちゃったんですね。もうね、そっからもうなんかいつの間にかスカイピースできてましたね。あれ俺はみたいな。あれ宮川はって。テオくんとジンタンが映ってる動画があって、なんだろうと思って見たら、どうもスカイピースって。置いてかれたんだ。当時そのスカイピースが結成された時にさすがに僕もちょっと寂しくなっちゃって、で言ったんですよ2人に。なんかそういうのやるんだったらなんか言ってよ。ちょっと一回通してよと。テオくん彼はこう彼なりに考えがいろいろあって、いやミヤは俺らじゃないって言われたんですよ。上の人間だろって言われて。テオくんどうしたんだろうね。どうしたんですかね。やっぱこうミヤは常に俺らのこう手の届かないところにいてほしくて、でそれを俺ら2人で追いかけるよみたいな、突き進んでほしいみたいなこと言われて、しぶしぶ了承。いやでもねこうしてこうね、今回ちょっとね俺からこうメッセージ送らせてもらったんだけど、いやようやく喋れてよかったわ。いや本当びっくりしましたよ。本当。ずっと体調をちょっと崩してまして、SNS とか、Twitter 開いてなかったんですけど、たまたまこうチェックしたら、DM の通知がこう珍しいと思って開いたらまさかのシルクロード。今だよね。ねえ本当答えていただいてありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ後輩枠として入れてもらえたってことです。後輩枠として入れたわけではない。もう宮川として入れた。さ俺嫌じゃん。後輩枠でここに入れようかって考えてる先輩だいぶダサくない？めちゃくちゃダサいでしょ。クリエイターとアーティストとしてちょっと喋りたかったっていう。いやありがとうございます。ね昔の話もねたまった話もあるから話したかったなっていう感じで電話かけさせてもらったんで、この機会にようやっと喋れてよかったわ。いや本当ですね。なんかこういうご時世だからこそちょっとこうお話できたのかなっていうのもありますね。そうだね。こういう巡り合わせかもね。ごめんね急になんか電話かけちゃって。いやありがとうということで、だいぶ長らくの時間を経てようやっと宮川と話せましたという。ありがとう。本当。さあそれでは次のゲストです。僕たちのことを知ってくれてるっていうのはね聞いていたので話してみたかった。お疲れ様です。西野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー西野さんだ。毎週キングコングの方を見させていただいて、僕らの西野さんが言うフィッシャーズ好きがあんな面白いと思いませんでした。いやすいません本当に好きで、なんかちょっとマジな話になっちゃうんですけど、ああいうテレビが好きだったんですよ。ああいうのが本当好きで、ああいうのなくなったなとか思ってた矢先、フィッシャーズさんが堂々と真ん中ストレート投げてくださってたんで、本当好きです。ありがとうございます。楽しませていただいてますいつも。ありがとうございます。はい、読ませていただきました。嬉しい。ありがとうございます。西野さんの頭の中がすごい面白いなって思いました。プペルが雪の中に歩いてる絵だけのページあるじゃないですか。あそこですごい感情移入できるようになってたんで。ピュアっすね。なんかすごい仕組みとかここにいろんなものが入ってるんだろうなと思って。嬉しい。絵本でもなんかこう絵の描き方がすごいこう独特な視点じゃないですか。そうですね。僕絵本も好きでよくいろんな本とか読んでるんですけど。そうなんですか。でなんか今まで見たこう絵本って結構平坦な絵というか、が多かった。こうなんか僕から見た絵ってみたいなのが多かったんですけど、なんか視点がすごいこう遠くからとかっていう俯瞰した目線が多かったんで、
なんか、いやもともとはあれなんですよ、今映画やってるんですけど、はい、そうですね、まず大前提としてその絵本を映画化しようっていう話が舞い込んでこないと映画化ならないんで、あ、そうかってなってきたら映画化しようって思いついてもらうような作りにしておかなきゃいけないっていうことで、だからカメラ位置とかをこう結構もう映画にできるねって思わせる絵の描き方っていう。あ、そうですそうですそうです、そういういやらしいやつです質問していいですか？あ、全然はい。この先何するんですか今後例えば YouTube の企画って、はい、あれやってこれやってあれやってってもうやりたいのからやっていくじゃないですか。そうですね。そうするとこう手詰まりになってこないんですか？今もう考えてあるネタというか、こういうのやってこの時にこういうことやるっていうのは一応3から5年後ぐらいまでは。へー、もうそういうのってチームで考えるんですか？基本的にこうチームのみんなにそれ考えさせると結構頭抱えちゃうんで、僕がこう考えてやることが多いです。すごい。海外とかでなんかしたいみたいな。ごめんなさい、質問ばっかりして。いえでも海外のグループ YouTuber の総再生回数をまずは超えて、今まで海外でやってこなかったようなこととか、まだちょっと知らない冒険みたいなのを YouTube でバーンって出したいなって思ってます。やばー、ドキドキする。めっちゃおもろいっすね。本当ですか？こうだからなんかあれを作られていたじゃないですか、そのアスレチック、パークみたいなのって、あんなんとかむっちゃ楽しいですもんね。そうですね。あれでこう視聴者さんが来てくださるっていうのも楽しいんですけど、またこうあれを1個作って多分こういろんな方が不満を持ってくれるだろうなと思って、逆に。でその不満を持ってくのをこうなんかストーリー仕立てにできたらいいなと思ってアップデートしていく様を見せたい。面白い。もう応援してます。なんかなんかよく自分のチームのみんなとその、そんなマジな話して大丈夫ですか？いや全然大丈夫です。僕めっちゃ好きなんですよ話。てか役に立つものって一つでいいよねっていう話になって、コンビニに行って、ハサミって1種類しか売ってないじゃないですか。そうですね。とか、ホッチキスも1種類しか売ってないし、海苔も1種類しか売ってないし、みたいな感じでですね、役に立つものって基本的にナンバーワンだけでいいっていう、その役に立つ勝負、機能勝負って言ってくると、やっちゃうと結局世界1位しか、残んないよねってなってきた時に、じゃあ自分たちが、打ち出すもの、サービスだとかソフトだとかコンテンツは、その機能だけじゃなくてやっぱ一個なんかストーリーみたいなの乗っけておかないと、ちょっと分が悪くなっちゃうよねみたいな話で、やっぱストーリー超大事だなと思いますね。ああ、そっか。本当にそうですよ。他のものがこう競争に参加できないぐらいもう1位のものにしか目がいかなくなっちゃう。そうですチームなんですけど、そこは結構意識して、チームにおいて一番大事にされてることって何ですかね？とにかく楽しいところに向かうっていう、でそれがやっぱ一番やっぱ難易度高いんで、自分たちで、ハッピーエンドを作るっていう、楽しいのを作るっていうで、楽しいの以外なしっていうやつですね。面白い。ハッピーエンドって本当にこうファって表面だけ聞くと何言ってんだろうと思いますけど、めちゃくちゃ難しいですもんねすいません本当にいやでも分かります、どっかで、お会いしたいです。いや本当に僕もいろんな話して、それこそ絵本の話と絵も僕こう見たりとか描くのとか好きなんで、それこそいつにこんなに、昔からうまいのは存じ上げていたんですけど、もう子供の頃からそれこそ絵とか描いてたんですか？非常にこう硬派を気取っていて、女の子には興味ないぜみたいな感じでずっと威張り散らしてて、その女の子と喋ってる男友達とか、見つけてはお前なんで女と喋ってんだみたいな感じでちょっとこう言ってたんですよ。かっこつけたかったんですよそれで本当に女子には興味ないぜみたいな感じで、中学校2年生になった瞬間に、急にやっぱ女子が魅力的に見えて友達はですね、そういう女の子のちょっとセクシーな、そういう本だとかビデオとかをこう手に入れて、交換して回してたりしたんですけど、僕貸してって言えなくて、で買うお金はないからもう書くしかなかったんですよ西野さん同じですやってた。黒い画用紙でデスノート作って全員この中見るなっつってやつ書いてました画力が必要だった大急ぎで上手くなる必要があっただからデスノートはひどいですね。でも末期です本当に。絶対見るなよっつって、見たら死ぬぞって言ってずっと書いてました
これずっと書いて、それを女子に奪われて見られました。むちゃくちゃ面白いですね、デスノート。デスノートに最高だな。おうち時間が今長くなっちゃったじゃないですか。あ、おうち時間、はいはい。その時に買ったお気に入りの商品とかアイテムってありますか？家が長いんで、家にいる時間が。なので、もう内装全部変えました。お家ですかこれ？お家です。やばっ！いいんですかこんな見せていただいても。見せて。うーわすげえ。これ本当に現実とちょっとかけ離れた世界観に自分の家でなれるのいいですね。だから家の中がとにかくもう楽しい方がいいなと思って、もう壁とか全部ぶち抜いて、なんか家の内装です。はい。すげえ。今回初めての答えです。家の内装。すいません、なんかこんなに長く話していただいて。とんでもないです。ありがとうございました。本当ありがとうございます。いろんなことが聞けてよかったです。はい。ぜひぜひお話お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。すいません。はい、どうもね。失礼します。最後の本当に1枚とワンフレーズでね、鳥肌立ちました。次のゲストさん、業界の神レベルの人ですね。むちゃくちゃ緊張する。はい。うわどうもよろしくお願いします。山寺浩一です。うわよろしくお願いします。めちゃくちゃ感動してます今。いやそんなことないし、もう世界的 YouTuber ね。いや山ちゃんでいいから。山ちゃんでいいですか？山ちゃんで。うわ山ちゃんの方がもう大ハーだからね。うわないけどもね。もう本当に僕小学校の時にもうドンピシャで見てた時。そうなんだ。そうです。嬉しい。もう朝起きたらもうテレビの前でオーハーってやってました。あー嬉しい。やっとくもんだわ。すごいな。キングダムハーツっていうゲーム大好きなんですよ。おーはいなのでディズニーのエンドクレジット見てたんですよね。そしたら山寺さんの量がえげつなくていろいろやらせていただいてもありがたいことですよ。いやもう山寺さんのそのドナルドを聞いて小学校の時とかちょっと真似してたんですけどちょっといいですか？ちょっとお願いしますよ。ちょっとどのくらいのあれか10段階で評価してもらっていいですか？いきます。はい。おお、鳴き声としてはかなりレベル高い。やったー。でちょっと喋ってみてもらえるかな。これが喋れないんですよ。YouTube って言ってみてもらっていい？2点かな。いやもう一人やな。僕もオーディションを受ける時って最初鳴き声しかできなかった。でそのオーディションに行ったいろんな人の中で鳴き声すらできる人が僕しかいなかったんで、僕がその後いやなんとか日本でそれドナルドできる人がいないとディズニーのいろんな作品のものを日本語版出せないから頑張ってくれって言われて、毎日もう風呂入ってもトイレ入ってもすでにずっと練習してやっとアイウェイがちょっと言えるようになったみたいな感じかな。それで喋れるようになったんですね。エヴァンゲリオンの残酷な天使のテーゼが大体アニソンの1位に入るじゃないですか。そうするともうカジさんの役でもうやっぱ山寺さん、それでしかもこの人がすごいっていう声優さんランキング1位で山寺さんじゃないですか。いやもうたまたまですよ。もう本当にでももう本当に死ぬんじゃないかと思ったあの時ね。何年か前ですけどね。今やったらもうだいぶ下に下がってると思うけど。いやもうあれを見てもう1位に必ずいる方ってイメージがものすごいあるんですよ。ありがとうございます。ここでまた一花咲かしたいんだけどね。いやでももうレジェンドですもんね言ったら。まだまだ現役です。またこっからですよね。ちょっとシルク君にいろいろね僕はアドバイスしてほしいぐらいだもん。いや何をですか。そういう風に求められるっていうのはやっぱり何かやっぱり絶対あるんで。見ていろいろね僕も見てるけど見させてもらってるけど、それが僕めちゃくちゃびっくりしたんですよ。その見てるって言われたのがコロッケさんとねいろいろ話してて、フィッシャーズってすごいんだよっつって、またみんないいやつらでさって前も聞いてたんで、こういうことかと思って、これはみんな夢中になるよなと思ったりとかして、いろいろね勉強してます。いや本当すいません、ありがとうございます。なんか近いところがあってよかったと思ったのが、何？バスケットやられてましたよね。僕もバスケットなんですよ。そうだよね。シューティング見て。バスケット。いや僕は全然ダメな。うちの高校はそこそこ強いところだったんだけど。中学補欠で高校マネージャーというね、ほとんどプレーしてないんで。マネージャーだったんですね。マネージャーだったの。膝を壊して中学3年の時に。で合宿の時はとりあえずモノマネとかで楽しませるっていうそういう役回りを。じゃあもうその当時から
やっぱもうモノマネ大好きで。でも子供の頃からやっぱりこうちょっと聞こえる音とかにやっぱ反応しちゃったりとかするんですか？もうね、動物の真似とかはもうずっとやってたんで、ちっちゃい頃から。そうか、それでもうじゃあ養成所とかに入ってっていう。そうまあ、その前に学生の時は落語研究会だったんで、なんか自分が喋ってね、反応してもらうっていうのはとっても嬉しくて。もう役でも落語やる役やられてましたもんね。そうね、昭和元禄落語心中っていうので、助六っていう役をねやらせてもらって。だからもうそう何でも知ってるもんね、自分。いえ何時間寝てんの本当に。僕ですか？いやでもショートスリーパーでしょ。そうなんです。今はもうね、とにかく寝るのが仕事だと思って赤ちゃんみたいな感じだったんです。もう最低でも7時間。もう僕もなんかこうちょっとずつ長く寝れるようになればいいなとは思ってるんですけど、1日2時間の状態がずっとそうですね、2時間よくそんな元気でいつもいられる。それこそ山寺さんが、その声優業界でこの人はすごいなって思う方って皆さんそう思ってると思うけど、野沢雅子さんはね、本当にね、世界であんな人いないし、カメハメハの音生でスタジオで聞いてごらんなさい。聞いてみたいな。すごいからパワーが。そしていつでも明るい。あ、そうなんですね。みんなに気を配って、だし、でだからスタジオで話してて、ちょっとねインターバルなりに話してたら、なんか疲れたみたいな話した時に「真帆さんの疲れたってやっぱ聞いたことないっすね」っつったら「あ、そうね、私行ったことないね」あ、違うの」って「行ったことあるんですか？違う、私疲れたって思ったことがない」って言った。怖いわけわかんない。わけわかんないですね。遅刻したことが本当にもう何十年もないって言って1回だけあって15分かなんかその辺だけ遅刻したんだけど、それは自分の家が火事になって全焼した日野沢さん休んでくださいそうですよ、遅れるとかじゃないですよ。それも休んだ方がいいですよね。逸話でちょっと聞いたことある話なんですけど、何フレンドライクミーをあれ歌った時にアドリブで切り替えたみたいな逸話を聞いたことがあって、アドリブ？声をアドリブでここはこう変えようっていうのをこう収録の時に思いついたっていうのを聞いたことがあって。それ昔のアニメの方かな。そうです、ジーニーのアニメの時はまだね、アニメの公開した劇場版でその後のいろんないくつかスピンオフ作品とかあるんだけど、そこではねいろんな人のモノマネさらにやってるかな。ああ、じゃあもうこれは入れた方がいいなでアイディアでポンポンポンって入れてったっていう。そうだね。うわ、やば。だからこれウィル・スミスの実写版の時はやっぱりウィル・スミスはあくまでも吹き替えをやるんだけど、ジーニーは前にもやってるから、なんかその雰囲気もちょっと出しちゃおうかな。ウィル・スミスに寄せながらも前やってたアニメのジーニーにもちょっと寄せたりしてもいいかなっていうんで、ウィル・スミスよりちょっとこういう表現を高くしてみようかなってことっていう、スタッフと相談しながら何回もこうやるっていうのは非常に楽しい作業ではありましたね。うわー、そうなんだ。そうやってハリウッドスターとかねがやった声をね日本語版としてやれるって本当に幸せだなと思って。もうそれで言っても顎外れそうになるぐらいびっくりしたのはマスクです。ありがとうございます。いや、Somebody stop me、誰にも止められない。シルク君かねとかがね、もっとこれもね、山ちゃんにやらしてみたらみたいなこと言ってくれるとね。僕そんな権限ないっすよ。自分がこれ買ってよかったな、持っててよかったなっていうアイテムは何かありますか？エアロバイクかな。室内でできる運動のエアロバイク買って、僕は本当に趣味がもうその野球を見ることしかなくて、イーグルスをずっと宮城出身なんで応援してんだけど、その野球を見るときにただ見てたらダメだと思って、でイーグルスの守りの時こぐとかね一緒に動いてる気になるっていう。そうなんか電話苦手とかなんとかっていうね、これはまたテレビ電話的なものだけど、なんかさすがですよ。いやだって初めてだもんね。そうですね。 LINE しただけなんでね。そうですね。本当に貴重なお話をありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。オーハー聞けたのも嬉しいし、ドナルドを褒めてくださったのも嬉しい。山ちゃんってね、最後まで全然言えなかったですね。感動はまだまだ続きそうです。あの時は尖り散らかしてたから。あれ？ダイナマイトっすか？起動してる。
起動してる？バカですかみたいに言われました。いやでもあれに関してはマジで申し訳ないなと思ってます。すいません。全神経を研ぎ澄ましてもどこにいるんだシルクは今どこにいるんだって僕やってたのすげえ思い出しました。自分で飽きていい加減にやっちゃダメ。やっぱり最初にやった時の気持ちでやろう。動画見てくれてありがとう。セカンドレイン Twitter、Instagram 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。